皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカがウクライナに対する軍事支援を一時的に停止すると発表しました。では、アメリカが支援を停止した場合において、どのような影響があるのか、予算と砲弾の数を中心として、その影響を解説していきます。この動画を見ればどのくらいの影響が出るか、数字を持って理解することが深まるでしょう。まず、トランプ大統領はゼレンスキー大統領との首脳会談の場において激しい口論が起き、それに伴って地下資源交渉が中断されています。トランプ大統領はゼレンスキー大統領に対してアメリカや自分自身に対する感謝の念が全く足りず、和平交渉の妨げになると批判を行っています。一方においてこれはあくまでも一時的な停止であり、地下資源交渉について完全にやめたわけではなく、むしろこれからの和平協議のためにも、ウクライナ側は交渉の席に戻るべきだという話も合わせて行っています。ただし、首脳会談の場における口論といったものの後始末として、ゼレンスキー大統領には公式の場でアメリカに対する謝罪要求といったものがなされているようです。トランプ大統領としては、ウクライナの地下資源を獲得することによって、掘って掘りまくり、バイデン政権が行ってきたウクライナ支援の倍以上の利益をウクライナから獲得できるというような話をしていました。しかしそれが一旦壊れてしまったがために、ウクライナに対して態度を変えるようにと、今回の手に出たものとみられます。なお、ファクトチェックによれば、ゼレンスキー大統領はこれまでアメリカ政府やアメリカ国民に対する感謝の念をこれまで X で40回以上、公式声明でも同様の数発表しており、決して感謝の念を発表していないといったことはありません。ただしそれはトランプ大統領曰く愚かなバイデン大統領に向けた発言であり、トランプ政権に対する感謝の念が足りないといった点については発言の訂正は行わないようです。なお、トランプ政権になってからはウクライナ支援は一切発表していません。あくまでもアメリカからウクライナに対する軍事支援が行われていたのは前のバイデン政権が取り決めたものをトランプ大統領が止めなかっただけの話です。行政上の手続きもあれば、新規の発注分もあって、生産されてから渡されるものもあるし、船便で送るものなどについては、輸送に時間がかかることもあり、まだこれから先渡されるものもたくさんあるわけです。トランプ大統領は現在のところ、輸送中のものについても一旦動きを止めるし、また発注されているものについても納品を受けた後にウクライナに対する引き渡しを行わないといった形で軍事支援を一時停止するものとしています。では、ウクライナに対する支援がこのまま一時停止から完全な停止へと至った場合においてどのくらいの影響があるか、そこをデータを元にして解説していきましょう。ウクライナへの軍事支援、2022年から2024年までの累計をキール世界経済研究所というところが行っていました。アメリカによる軍事支援は670億ドル、日本円で10兆500億円程度。一方でアメリカを除いたそれ以外の国その全てを足し合わせると690億ドルで10兆3500億円となります。ですから単独国家としての軍事支援はまさにアメリカが飛び抜けて大きい状況です。この状況の中においてアメリカが軍事支援を完全にやめた場合においては水準を維持しようとするだけでも従来軍事支援を行っていた国々は予算を2倍にしなければなりません。現在トランプ大統領はヨーロッパ各国に対して軍事費を GDP 比 5% まで上げるようにと求めています。ヨーロッパ各国軍事費対 GDP 比は 2% 程度のところが標準的なところであり、さらに2倍といったような話を進められるかどうかはかなり厳しい政治的な議論が必要となります。そしてアメリカが供与している兵器が弾薬の補給が受けられなくなるといった問題が発生します。例えば高機動ロケット砲システムハイマースは供与された数が39機あります。ヨーロッパ各国ではハイマースの保有についてはルーマニア、ポーランドが持っていますが、ヨーロッパ独自兵器にこだわる国々においてはハイマースを持っていない国も多数あります。アメリカが弾薬の供与を行わない場合においては、ハイマースを保有しているルーマニアやポーランドに頼るといったこともあるかもしれませんし、トランプ大統領が要望しているのは、ヨーロッパ各国がお金を出してウクライナ支援のための兵器や弾薬類を購入することを進めています。そして、ハイマースに続き、ハイマース用の長射程のATACMSミサイルについても供与が途絶えるとなれば長射程兵器の一つが使えなくなってしまいます。
欧米供与の長射程兵器としては、イギリス、フランスから巡航ミサイル、ストームシャドウとスカルプがあります。ATACMS ミサイルが供与されないとなれば、イギリス、フランスが巡航ミサイルをより多く供与しないと、現在の水準を維持することはできません。この点については、ドイツで政権交代が起きていることが助けになるかもしれません。ドイツの新政権においては、ウクライナ支援に積極的なメルス首相が誕生するだろうと言われていることから、ドイツ製の巡航ミサイルタウルスがウクライナに供与されれば、アメリカからATACMSミサイルが入ってこない穴埋めをするには十分だと思われます。ヨーロッパが今までの状態を維持したままで、アメリカの支援だけがストンと消えるようなことになれば、単純にウクライナに対する支援は 50% 近く減ってしまいます。これは前線にも非常に大きな影響を与えてしまいます。ただしさすがにヨーロッパ各国も今のままでは良くないとして危機感が高まっています。ただしこれは以前も解説しましたが、じゃあ予算をどれだけ上積みできるかについては、ハードルは結構高いです。まず、EU 全体で大きな予算を作ろうという構想があります。かつて、新型コロナ危機が発生した時においては、EU 全体として緊急予算として100兆円規模のお金が用意されました。今回はそれに倣って100兆円規模のウクライナ支援機器を作ろうといった構想などがドイツ側からは出ています。しかし、ヨーロッパ各国の結束が高まっているとは言いましたが、EU のこうした大きな予算を組むときに必要なのは全会一致が原則となります。そこに大きなハードルが待ち構えています。親ロシア派の国がEU 加盟国だからです。その筆頭がハンガリーで、ハンガリーのオルバン首相は EU によるウクライナ支援はやめるべきであり、トランプ大統領と合流して和平協議に積極的になるべきだとしています。ちなみにお金の出所についてなのですが、再び協議すべきだとして話題に上っているのが、ロシアに対する制裁、ロシアの外貨準備高40兆円程度のお金をいっそのこと没収してはどうかという案です。何度となく議論が繰り返されてきて、結局没収できないという話から、利子配当を元にした返済を行う融資といったものが今は手法として取られています。先日もイギリスがこの融資の形を使うことによって4500億円程度のウクライナ支援を発表していました。ロシアに対する制裁を行うという前提に立てば、もういっそのこと100年先まで返済に使うぞといった超長期プランに基づくまとまった額を用意する方が現実的かもしれません。なお、ヨーロッパ各国が軍事費の増額に乗り出すということそれ自体は間違いなく起こっていて、しかもヨーロッパにおける軍需産業をしっかりと育成すべきだという声も同時に上がっていることから、各国の防衛産業のメーカーに対する投資欲といったものもかなり高まっているようです。あとは各国がどれだけ支援額を上積みしてアメリカが抜けるであろう支援の額を埋め合わせるかに注目していかなければなりません。さて、それでは現在の戦場において具体的にどのようなところで影響が出るのか、砲弾の数を見ながらアメリカの影響力が抜ける問題を見ておきましょう。なぜ私が砲弾の数について注目しているかといえば、現在のウクライナで死傷者が出る原因、その7割程度が砲撃戦の結果だと言われているからです。皆さんに映像として紹介しているものとしては、ドローンによる攻撃シーンをたくさんご紹介してきました。戦車が吹っ飛ぶシーン、装甲車や軍用車両類なども、様々なところでドローンの突撃を受けて吹っ飛んでいくといったことを映像で紹介してきました。しかし、実際に多くの人々が死傷するのは砲撃戦の方になっています。これは射程距離とその影響範囲の違いです。例えば、相手側が攻めかかってくるなといった場面において、最初に攻撃手段となるのは、後方の味方からの砲撃です。戦場でドローンを使って相手方の動きを観察しつつ、目標地点を後方に伝え、砲撃を行う。そのような形でまず第一撃を加えていきます。砲撃をくぐり抜けてきた戦車や装甲車に対して食い止めるべく動くのが砲弾よりも射程距離の短いドローンです。そのようにして役割が異なっていることから、まずは相手方を抑えるための砲撃戦、その砲弾の数について見ておくべきなのです。それぞれの都市における各国の砲弾供与と影響について解説します。
本格的な侵攻が始まった2022年、ウクライナ軍が受け取ったもしくは使用した砲弾の数は268万発と推計されています。この時、ウクライナに対して猛烈な支援を行ったのがアメリカで、供与数が200万発、全体のシェアとしては 74% に達しました。この時、ウクライナ国産の砲弾が4万発しかなかったのには、ロシア軍の占領地域が影響しています。ウクライナ第2の都市ハルキウは、本格的な侵攻が始まる前であれば重工業都市であり、ウクライナにとっては多くの防衛産業も活動している大都市でした。しかし、国境に近いハルキウは、最初から大規模な攻勢を受け、この地域での生産活動はほぼ停止しました。さらに、東部南部におけるロシア軍の進軍によって重工業地帯なども占領されてしまい、この都市はウクライナの産業界にとっては非常に厳しい一年となりました。また、EU からのウクライナ支援の取り組みについて言っても話し合い、議論といったものが非常に長かったこともあり、EU 全体としての砲弾供与数は3万発と、非常に少ないものにとどまりました。この年は EU ではなく、それぞれヨーロッパ各国もしくはカナダやオーストラリアなど、それぞれの国が独自に発表した支援が主体となりました。翌2023年、ウクライナが生産もしくは供与を受けた砲弾の数は合わせて257万発、アメリカからの供与は150万発、ウクライナ国産は20万発、EU から供与は48万発、各国の独自供与の数の合計は39万発となっていました。ようやく EU が全体としての動きを始め、まとまった数を供与し始めました。しかし一方において、前年200万発供与したアメリカは、かなりの在庫を減らすこととなり、供与数が一段低くなりました。前線がある程度読める状態になったことから、ウクライナは国内で様々な場所での軍需物資の生産に取り掛かっていきます。翌2024年、ウクライナが生産もしくは供与を受けた砲弾の数は294万発、アメリカの供与は120万発、ウクライナの国産砲弾は推定で50万発、EU から供与は45万発、各国の独自供与は29万発、そしてこの年から新たにチェコが主導する世界市場からの調達で50万発がウクライナへと届けられました。アメリカの砲弾供与数が2022年、2023年、2024年と連続的に下がっている理由というのは、まず第一に在庫の吐き出しがどんどんと進んで、そもそも出せる数が少なくなったといったものと、もう一つは予算の獲得に苦労したからです。2024年はアメリカにおいて大統領選挙が行われた年であり、選挙に向けての議論として、バイデン政権のウクライナ支援を批判する共和党の動きがありました。そのため議会においてウクライナ支援予算案がなかなか決まらないといった状態が非常に長期間続きました。一方でウクライナは国内における軍需物資の生産に取り組み、少しずつ成果を出し始めています。ウクライナで生産された砲弾及び迫撃砲弾は合計で250万発に達したそうです。ただし、迫撃砲弾の方が多いといったことは絶対ないと思うので、推定値として50万発程度が砲弾だろうというのが私の見立てです。そしてこの年からチェコが主導する砲弾連合がヨーロッパ各国からの資金を集め、世界市場から砲弾をかき集めてウクライナへの供与を始めました。どこの国が生産したものなのかについては秘密にされています。ウクライナが国産化を進め、また世界市場からの調達も進み始めたといった状態ではあるものの、それでもなおアメリカの全体シェアは 40% を占めています。そこでアメリカが抜けた分期待されているのがドイツの覚醒です。ドイツラインメタル社はウクライナ支援に非常に前向きな動きを見せています。これまでもウクライナとの協調を宣言して装甲車のウクライナ現地での生産活動などにも取り組んでいるところです。そして製造能力を大幅に引き上げています。ラインメタル社はドイツ政府からの発注で供与する分と EU から発注された分、双方についてもこれをこなしてウクライナ支援の助けになろうとしています。2022年段階ではラインメタル社は砲弾を7万発程度しか作っていませんでした。しかし本格的な侵攻以降、一気に注文が入ったことにより2023年には約45万発の製造を行いました。また自社だけでの製造では限界があることから同業他社の買収なども行ったそうです。そして2024年には約70万発の砲弾を製造。既
既存の製造工場のラインを増設するなどしました。ラインメタル社としては70万発の製造は過去最高の生産量だそうです。この後、ラインメタル社はさらに新工場そのものを建設し、年間100万発の製造といったものを目指しているところです。というわけで、現在の状態においてアメリカが軍事支援を一時凍結から先、完全に凍結した場合における影響は予算面においても、そして戦場に大きな影響を与える砲弾というものについていっても 40% から 50% 程度と非常に大きな影響を与えることとなります。ただ、トランプ大統領はお金さえ出してくれればウクライナ支援のための兵器や弾薬類については売ってあげるといった話をヨーロッパ各国に対しては繰り返し行っていますから、重要なのは予算の確保です。ロシアの凍結資産からお金をどれだけ引っ張ってこれるかが私は重要だと思っています。どの国においても自分の国の予算を持ってウクライナ支援をもっともっと2倍に3倍にというのはなかなか政治的に難しいものでしょう。だからこそ侵略しているロシアのお金を使ってウクライナ支援を行う。これはどこの国においても国民からの不満は出ない方法だと思います。ただし、この方法が今まで議論され尽くしながらも実施されてこなかったのは、これを前例として他の国が投資を引き上げるかもしれないという問題です。例えば、中東のオイルマネーが投資してくれるお金なのですが、没収するというような前例をもとにして、自分たちも似たようなことになるかもしれないと不安があれば、企業への投資や不動産投資、国債などの様々な金融商品などの投資なども見合わせて、もしくは引き上げるといった行動を行えば、大きな金融問題へと発展するかもしれないと心配になるわけです。ヨーロッパ各国が親ロシア派の国をいかにして乗り越えて結束できるかがこれから注目されるところです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にこの動画を拡散したり、スーパーチャットのご利用も検討してください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。